SK 剤はいい鋼材だと思うんだよね。で結局なんだろう、ちょっと言葉は悪いんだけども、その業界的にも SK 材をちょっと下に見すぎてるのか、なんか材料もね比較的リーズナブルっていうのもあってか、もうたくさん数を作る鋼材用みたいになっちゃってるだけなんじゃないかなと思うんだよね。で知り合いが作ったやっぱりSK のその包丁とかめちゃくちゃ切れるし、で東証さんとかも意外に SK 材で包丁作ってたりする人もいるみたいだし、やっぱり話を聞いてたり、自分でね知り合いのものだけでちょっとね、いっぱいいろんな鍛冶屋さんが作ったものを試したわけではないんだけども、かなり鋼材としてはいいんじゃないかなっていう感覚は得てるかな。なんか不純物が多いとかよく言われるじゃないですか。で僕もどこで聞いたか忘れちゃったんですけど、なんか SK 材を叩いたら不純物が抜けて白になるって言ってる人がいたんですけど、どうなんですか？正直なところちょっとそこはわからない。そこまでちょっと検査をしたことはないから、成分もあれなんだけど、ただ、リンにしても硫黄にしても熱を上げたりとか、冷やした時とか、常温じゃないちょっと特殊な環境下においてはやっぱり、もろくなったりとか、不都合を起こすっていうのは言われてて、その包丁においてそういう特殊な状況下っていうのが果たしてあるのだろうかと。カンナはねやっぱりダメだったりするのね。下手するとやっぱり粗い仕事でカンナで木をガンガン削ると、カンナの刃がものすごい熱くなるのよ、摩擦熱で。そういう時にはやっぱり刃先にかかってるすごい熱っていうのはものすごく強いだろうから、そういうところでやっぱり欠けを促してしまう原因になってたりする可能性はあるんだけどもね。そういう意味では決してSK 材だからダメなんですかって言われると、そうではないと僕は思うんだけどね。ただちょっとね、さっきの話、本気で SK 材で、刃物を作ってる人っていうのがほとんどいないんだよね。っていうのはもうブランディングの問題もあるんだけども、SK イコールあんまり良くないものみたいなちょっと概念がやっぱり業界的にも根付いちゃってるからか、やっぱりSK 材を本気で作るメリットっていうのがあまりない。そうで、さっきの話、鋼材もリーズナブルなイメージもついちゃってるから、いやなんか本気で作りました SK 材ですって言われても、なんかこれでこんな値段するのとかになったら、皆さんなかなか買わない可能性があるし、それだったら最初から白紙で作ってみたいな話になっちゃうんだろうけども、ただそうやってね本当に作った時に実験した場合、いい結果が出るんじゃないのかなって気はしてる。ただこれもねちょっと確証がね完全に得られてないから、安易なことは言いにくいんだけども、その SK 材であろう刃物で野菜を切って食べ比べのようなことを昔したことがあって、その時に感じたのがちょっとね金属の味がするような感覚は得たことがある。匂いの話と味の話はまた違うのよ。そう実際リアルに鉄を食べたっていうかね、そういう感覚の味がした。前のね動画で言ってたのは油の分解種で匂いの話なんだけど、それは鼻から感じてるものであって、実際舌で感じたものに関しては SK の方がなんか金属をちょっと舐めたような、そういうイメージのちょっと味がした気がするんだよね。そうするともしかするとリンとか硫黄とかっていうのが、鉄分の流出であったりとか、何か阻害したりとか、そういう匂いっていうか味を出したりとか、そういうことをしてるのかもしれない。ただもうわからない。ですもんね。そうで実際やっぱ組成を見たりとか、なんか含まれてるでどういうあれが反応してるのかっていうところまで見ないとわからないですよね。ただ結果論で言うと、SK 材を叩いたらじゃあ不純物が抜けますと。
でもじゃあ叩き方によって抜けてる人と抜けてない人がいるとか、そういう意味で同じ、ね、クオリティのものがやっぱりみんなが揃ってできないのであれば、やっぱり白紙使った方がやっぱりいいよねっていうのは、そのいい製品を作る上では最も合理的なやっぱり選択かなと。とは思うかな。だからあえてここに来てその SK 材を使わなきゃいけない理由っていうのがありますかって言われるとちょっと厳しいかなというのは感じるかな。難しいね。ちょっとわからない、はい、使ったことがないからわからない。でこれよくある問題というかあれなんだけども、そのナイフにすごく求められているところと包丁に求められているところってやっぱり違う気がしてて、ナイフもねその販売してるし、で使ったこともあるんだよね。昔から使ってたりするんだけど、でナイフマガジンって知ってる？はい、知ってます。ナイフマガジンのうち全巻あるんだよね。あ、そうなんですか。そう、もう創刊号が百何十とかあったと思うんだけど、もう昔からそれも全部読んでいるんだけど、よく出てくる描写でね、ナイフで土掘ってたりとか、木えぐってたりとか、窓ガラス割ってたりとかするんだけど、ある方が言ってたのが、日本の人はナイフに求めてる性能を間違ってるんじゃないかっていう話をされた方がいて、どういうことって聞いたら、その海外のっていうか、そのナイフを考え出した人はその人曰くだけども、そのかけなければ使えるっていう概念が根本にあると。だから切れるっていうところも日本みたいに1回で切れなきゃダメだと思ってるだろうと。でもその人たちは1回で切れなかったら10回こするんだと。10回こすってもダメだったら100回こすって切れたらそれは切れるんだよと。ただかけたらもうそれすらもできないだろうと。だからかけない耐久性がある、その摩耗に恐ろしく強いとか、なんかそういうところが根本にあってああいう作り方をしているんだよと。だから元々の鋼材もものすごく厚いし、コバもでかいんだと。で日本の包丁はもう薄いし、ものすごく刃先まで鋭利でしょと。だからそういう概念をナイフに持ってくるとやっぱり間違ってるっていう話をされるんですよね。で何がポイントかっていうと、じゃあATS34、あれとかの組織見ると、めちゃくちゃ炭化物でかいんだよね。そう、結構均一なんだけど結構ね粗いのよ。これは確かにその粗く仕上げた場合、要するに鋭利に仕上げなければ、強度は高いんじゃないかなっていう組織に見えるんだよね。そうだから炭化物が大きくて綺麗に分布しているものっていうのは非常に摩耗にも強いだろうし、そう耐久性っていう意味でも確かに高いんじゃないかなと。そうだからそういう意味では、切れるっていう目的よりもやっぱりその薄くすればそういう方がかけるんだけど、厚くした時には多分かけに強かったり変形が少ないっていう風になってるんじゃないのかなと思うね。そうだからただこのマグナカットっていうのはちょっと他のところで書いてある記事を読む限りは結構粒子が細かそうだから、粉末って書いてあるね。ただ粉末焼きもねどうなんだろうね。思ったほど長いイメージないんだよね。だからやっぱり硬い系の包丁であり刃物っていうのは基本的にはやっぱりその仕上げない方がパフォーマンスがきれいに作ってあるようなイメージだよね。だから硬ければ硬いほど大きくノコギリで刃がもう台形になってるぐらいのノコギリだった場合、やっぱり柔らかい鋼材と比べたら変形はすごく少ないよね。で厚みがあった方が欠けたりとかもしにくいだろうから、ナイフとかそんな仕上げとかしないですね。そう本当に粗いダイヤモンドのあれとかにザラザラってこう傷つけて、ナイフなんてもう旋盤で本当に超仕上げのイメージかな。あんまり仕上げすぎると、コバがでかいから、その食い込みはもともと悪いからね、そうするとえぐったりとかハードなことをやろうと思うと、やっぱり1000番ぐらいでも十分、下手すると400番の方が調子がいいとか、そういうのもあったりするからね。そういう意味ではね、用途によってってことですよね。そうあくまでもね、これもね誤解されがちなんだけど、切れ味が良くなる
良くするってなった時にはやっぱり仕上げもかけなきゃいけないし、で刃先までの薄さもすごく大事だし、なんかそういうトータルパフォーマンスの、集合体で切れ味っていうものが存在してくる。ただそれが究極であり完璧なのかって言われると究極なのかもしれないけども、完璧なものでは全くないんだよね。ものすごくかけやすかったり、できる鋼材とできない鋼材なんて当然出てくるし、そうだからそこら辺はやっぱり使用用途によってね、だから一番これがねやっぱり思うのが、出刃包丁って叩ける包丁だって誤解している人すごく多いよね。出刃包丁は叩けない包丁だよね。そう切れない出刃包丁は叩いたらいいよ。でもあれは刃が潰れて刃が台形で厚みが出ててるから別に叩いても欠けないだけで、出刃包丁も鋭利に研いだら絶対欠けるから、そうしかも切り刃の角度なんてすごい鋭角だからね。よくある誤解なんだけど、カミソリよりも鋭角だからね、切り刃の角度って。日本カミソリって23度とかそれぐらいあるのよ、切り刃。でも出刃包丁とかって15度ぐらいだからね。もちろん小刃がね40度とかになってるから、まああれなんだけども、全体はすごく薄いのよ。で小刃が小さいと絶対欠けるから、そうだからそこ厚みがあるからやっぱ勘違いしやすいです。そうなんだよね。分厚いからこう強いっていう。そうだからそれで叩けるって思っちゃうのかもしれないんだけど、実際叩いたら買ったばっかりの人をみんなかけさせてます。それがクレームになるんですよね。すぐかけたんですけどっていうのが。そうだからやっぱりそのね切れる出刃は絶対に叩けない。もうできる限り優しく、もう骨と骨の間できれば入れてくださいねっていう技量も実際求められてくるしね、結構技量いるからね出刃包丁は、本当に難しい包丁だと思うんだけど、ただねやっぱり一般的にねやっぱりバンバン叩く人もやっぱりねいろんなメディアとかね YouTube もそうなのかもしれないけど出てきたりもするから、なんか叩けるものだって誤解してる人が非常に多い、そこはねちょっと危険なところかなと思うね。V 金10号は何をもっていいっていうのかっていうのはすごく難しいところなんだけど、その成分的な分布を見てると、その顕微鏡でね見た時に見るとものすごい大きい粒子もあれば細かい粒子もあって、でその粒の数がすごく多い鋼材かな。銀酸とかの方が、比較的全体的には大きいんだけども、その粒の総量でいうと V 金10号の方が多い。だから引っかくっていう一点においては V 金10号の方がちょっと引っかかりが出やすい結晶構造をしてるかなと思うね。ただそのなんだろう、ものすごく難しいところなんだけども、 V 金10号がいいですかって言われると、現在日本の鋼材の選択肢の中ではいい方であるっていうのは事実だとは思う、ただ世界を見るとステンレス鋼ってめちゃくちゃあるんだよね、で日本は悪い言い方をすればそのこれが売れるとか、これが作りやすいとかってなると新しい挑戦せずに、なんかもうそれでもう食べていけるんだからやらなくていいじゃないっていうそういうところで新しいものが出ないんだよね。だからもう本当に海外の鋼材とかをいろいろ見てるとこれはいいんじゃないのかなとかって思う時はあるんだけど、手に入れる術がない。だからそのね世界的に見ると V 金10号が本当に優れてますかって言われるとちょっとそこはハテナかもしれないね。そういう意味ではねやっぱりV 金10号を超える鋼材っていうのは世界にはたくさんある。ただ日本では選択肢がほぼない。っていう話で言うと、V 金15はいい方じゃないかなと思うね。使ったことない。焼き入れコードが出過ぎじゃない何ミクロンぐらいなんだろうね。この図のこの粉末鋼のこの粒子は炭化物と言っていいのかな。何も語れることがね試したことがないから、ちょっとこれはあれだね、ちょっとこうご期待じゃないけど何かしらの方法で、ただ一つ言えるのはね粒子が細かいっていうのがやっぱりいいよねっていうのがちょっとずつやっぱりみんな気づき始めてきてるっていうのは見えるのかなって気がするね。
パウダーハイスセラミック包丁はどのような評価でしょうか。まあハイスは優れてはいるけども、そのやっぱり実験であったりとかいろいろやっぱり見てると、細かなやっぱり賭けっていうのが非常に起きやすい印象がある。そのやっぱりイメージで言うと、その落眼みたいな感じじゃないけど、ちょっとその結合が弱いところが出てしまうからか、もしくはまあ高炭素っていうものをまあやっぱり使ってるからか、はい、まあその粒と粒、粒子と粒子の間が錆びやすいのか、ちょっとね原因がまあこれっていうのは分からないんだけども、大きくはあまりかけにくいんだけども、小さくかけてしまうっていうところはやっぱりすごく見ることが多いかな。鋼材屋さんとも、全然その包丁業界じゃない鋼材屋さんともちょっとお付き合いがあって、いろんなまあそういう話をしてると、金型とかだとやっぱりパウダースチールって言われるような、まあ、粉末鋼だよね、で作られた金型が突然欠けるとか、そういつもと同じようにいつものように稼働してるのに、ある日、まあ、突然欠けたりとかするっていう事例がやっぱり報告されてるって言われてて、まあ、そのひっつけ方であったりとか、まあね、そのまあ、ギュッと高気圧でギュッとまあ圧縮してひっつけるわけだけども、まあ、どこかしらにそのやっぱりまあ脆さっていうのがまあ組織的に出てしまうのかもしれないね。なのでまあ非常にね、その近代的でものすごくいい鋼材であるっていうのはまあ間違いないと思うんだけども、ただまあその手放しにものすごくなんか完璧ですっていうとそうではないかなと思うね。やっぱり現場に出ててすっごい感じるのは、粉末鋼は減っていくまで使った方が大体使えないっていう評価をし始めることが多い。もう削れない、研げない。最初新品は薄くみんなね、鍛冶屋さんたちもすごく頑張って作るからなんだけども、減れば減るほど耐摩耗性が強く、まあ、研ぐ面積が増えれば増えるほど本当に削れない。だから新品の状態でなんか研ぎやすくてよく切れていいんですっていうのはもうまず当てにならない。そうその以前片場の柳の ZDP を買われた方がいて、研げないですよって言ったんですよ。僕が直接そのやったわけじゃないんですけど、で案の定やっぱり研げません、返品したいですってそれは厳しいね。そう、まあだから難しいよね。そのやっぱりまあものすごい摩耗に強い鋼材だったりもするから、もう組織的に見ても当然もうそんだけきれいに炭化物が分布されて粒子も同じでってなればなるほど、研ぎって面と面のこすり合いだから、そのきれいに炭化物が並べば並ぶほど摩耗に強くなっちゃうんだよね。そうするとそれは削れないよねっていう。だから耐摩耗性に優れてる包丁っていうのは個人的には良くないと思ってて、そう研ぐという一点においてはね。だって削れないって公言してると全く一緒だから、そうだから摩耗に強いって本当にまあそれは評価される部分なんでしょうかと。で特に切れ味っていう一点においては、まあ、すごく鋭利に薄く研いでしまうから、薄く研いだ刃物に関して耐摩耗性ってないんだよね。なぜかって言ったらその金属粒子が一番先端に1個しか並んでない状態だった場合、粒と粒をつないでる強さに対して長切れは影響すると思う。でも1個しかなかったらこいつがまあ輪切りのように削られていくかポロって取れるか、そこで長切れが決まるはずなんだよね。そうただ刃が潰れて台形になってくると多分その長切れはするはずなんだよ。その面と面をこするから、まな板という面であったり食材という面に対して、まあ、包丁の面がこすられた時に変形は確かにそれはしにくいよ。書いた方が分かりやすい。要するにこういうイメージだよね。でここにまあこう粒が控えてるわけだよ、こうやって。でここまで研ぎ込んだ時にこれがポロッと取れる。要するにここのつなぎ目のひっつく強さが鋭利に研いだ場合は長切れなんだよね。そうだからそれを維持する力、そうだからこうなった時には2つでこらえてるよ
今度ここが潰れたら、はい、そうするとこいつたちが2つの方が強いじゃない、ひっつく力、はい、そうするとどんどんこれが輪切りになっていくというか、はい、こうやってどんどん削られていくっていう、はい、こういうふうに台形になっていくか、これがボロッと取れるかみたいな、だから切れ味が落ちて始めてからどんどん持続ってしてくるんだよね。だからものすごく鋭利でなんだろう、鋭い状態が長切れしますかって言ったらノーなんだよ。だから切れ味が落ちて無理やり使っていく中で変形が少なくなってきて、摩耗への強さっていうのを享受しているって言った方が正しいんじゃないかなって感じるよね。そうすると切れ味が持続しますっていう状態、要するに摩耗して刃が潰れ始めてから無理して使うとそのパフォーマンスはいいんだけど、それで無理して切れ味が本当に落ちるまでここまでじゃあ削っちゃいます、切れ味が落ちちゃいましたってなった時に研ぎ直すのは今度大変だよね。そうっていうので、その長切れするっていうところがいつから長切れするのかっていうのは本当の意味でちょっと理解していただいた方がいいんじゃないのかなと思うし、でさっきの話ね、対摩耗性に優れてるっていうのは研ぐのにめっちゃ時間かかりますよってもう公言されてると一緒だから、そうだから対摩耗性に優れたっていう表現があるとちょっと大丈夫かなってやっぱ思っちゃうよね。そうだって白髪なんて対摩耗性に非常に弱いんだもん、でもみんなね、なんか白よりも青の方が硬くて削れにくいって認識してるじゃない、対摩耗性に優れてる、長切れするって言われてる青髪が研ぐのがちょっと時間かかりますよ、それはもうねそこで分かってるのに、なぜか他のものになるとなんかその話ちょっと抜けてくるような感じがあったりするからね。そうなんか一つの物事って見方の問題じゃないですか、だから優れてるっていうと聞こえはいいけど、その実務でそうシーソーなんだよね、絶対的に、だから何かが上がったら何かが下がってるのに、一本方向しかいいこと言わない、でね、こうやって潰れましたってで新品の時ってもう先だけこうやって研ぐのだったらすぐ刃がつくから、だから研いでる面積がちっちゃいから実際そのなんだろうすぐ研げますとか刃の次が早いですって評価になるのは新品の時だからなんだよね。そうだから減って結構研ぐ面が広がってきた時に本当にのスタート、そうそこから初めてその研ぎやすいとかっていうのが分かる、だから極論で言えばその牛刀とかではあんまりそこが理解できない、和包丁で切り刃ががっつりあるものでやっぱり計測していかないと、本当の摩耗に強いとか、その研ぎやすいとかっていうのはちょっと測れないんじゃないかなと思うね。Vkin 10号とかでも片刃もう研げないですよね。そうでしょ。滑っちゃった。そうだからね、その良くも悪くも研ぎ方の問題もやっぱりあって、これはねちょっと僕らの責任も少なからずあるんだけど、平らに砥石をしましょうっていう、これは構造上特に片刃の和包丁を研ぐっていう構造上、砥石が平らじゃないとやっぱり刃物が成立しない、裏すきの問題であったり、裏はもう0度にやっぱりフラットに研ぐっていうそういうところであったりとか、そういう意味では嘘もついてないし、本当に砥石が平らであるべきだとは思うんだけども、ただその形が悪い、要するに例えば切り刃が丸い状態からそのこうね、仮に切り刃がこうあったとしよう。でここがこう丸い状態から砥石で研いでいくと、そうするとここら辺から徐々にこうやってフラットができていくんですよね、この時に最初は点接点だから早いのよ。そうでも残念ながら面がビシッとできてからは対摩耗性がめちゃくちゃ出てくるわけだよね、そうだからうまく研げば研ぐほど形がきれいになればなるほど対摩耗性に優れてる鋼材っていうのは削れない、だからこれよくある誤解なんだけど、ダイヤモンド砥石だったらよく削るんですよねって言われるんだけど、ノーだよ、ダイヤモンド砥石もその丸い状態、切り刃がさっきみたいに丸い状態からフラットにするのはめっちゃ早いの。でも面と面をこすった途端
やっぱダイヤモンドといえど全然削れなくなってくる、まあ、もちろんね少なからず早いのは事実なんだけども、そのダイヤモンド石だからめちゃくちゃ早く削れますっていう、そのイメージほど全く多分削れないと思うね。だからね、その難しいとこだよね。ただ何がねそのポイントかって、やっぱりまあ錆に強いとかっていうところはやっぱりすごく良かったり、ね、その今までのやっぱりデメリットを改善しようという動きがちゃんとあって、まあ、新しいものづくりがされてるっていうことはすごく素晴らしいことだと思うんだけども、まあ、その新しいものほどやっぱりまあちょっとなんだろうね、実験でありいろんなところに落とし込んでやっぱりデータアップっていうのはやっぱりしていかなきゃいけないなとは思うかな。セラミックも究極はだよ、究極美味しく切れる包丁ってセラミックじゃないのって気がするんだよね。なぜかというと、結局味の変化を及ぼしているのが金属と水分の化学反応であることが、まあ、仮説としては結構高い、そうであるんじゃないかというものがやっぱりすごく見えている、ただセラミックはそもそも金属ですらないから、そういった意味ではすごくセラミックっていうのに期待値はあったんだけど、やっぱり硬すぎるがためにかけやすいとか、で鋭利なその包丁と普通の他のね金属系の包丁と同じだけの薄さが出せないとか、で結晶構造的にやっぱりその炭化物とか、まあそのね、粒子っていうものがまあほぼないからか、やっぱりある程度刃先をちょっとセレーションっていうか、まあ、引っかかりを作ってあげないとやっぱり滑って切れないとか、なんかそういうことがやっぱりちょっと起こってしまいがちかな。なので、まあ、そういうねちょっとトータルのその改善点が、まあ、得られたら実はセラミックはすごい希望がある、とは思ってる。ただ、まあ、物理的にだけど、もう軽すぎて使えないんだよね。で軽いと何をするかっていうと切りにいっちゃうのよ。切りに行った時にこれ本当にねやっぱ多くの方々がやっぱりやってしまうのが、まっすぐ包丁を動かせてる人ってまあ少ないんだよね。やっぱり若干その肩入れたりとかまっすぐ切ってるつもりでもまっすぐ切れてない。だからまあそれが起こることによってやっぱりちょっとでも斜めになってるだけで横からの圧力がかかってくると、やっぱりそのままズドンと下まで行った時にそのまな板の突起で斜めからまあそのエンボス加工っていう凹凸のところに刃先を当ててかけてしまうとか、まあ、そういうこともやっぱり起きてしまってたりするからね。だからまあセラミックはすごい理想的な気はするんだけども、まあその軽すぎてちょっとまあダメだったりとか、まあ、かけやすさっていうところでのデメリットであったりとかっていうのはあるかもしれないね。だからものすごく軽くて使えるっていう意味で、まあ、ペティナイフとかすごい限定用途でもう柔らかいものしか切りませんとか、なんかそういうすっごい限られたところではもしかすると生きる講座かもしれない。粉末粉自体はやっぱり全く悪いとは思ってなくて、その前もね動画で言ったと思うんだけども、研がない人、一般家庭で研ぎはまあ依頼しますとか、まあ、そういう方々においてはすごくいい講座なんじゃないかなと思うね。そうでやっぱりまあその歴史的な変遷で言えば、やっぱりさっきの話、白紙って結局守り弱いわけだよね。で何が起こるかっていうと、切れ味が落ちてきてから使い続けた時にもどんどん刃は潰れていくっていう、そうだから止まらないんだよね、切れ味の低下が。ただ摩耗に強い包丁ほど切れ味が落ち始めてからの変形が少ないっていう、そうでじゃあどこでそういうものを求めていったかって言ったら、どちらかっていうと工業的なジャンルの方が強い気がするよね。だからハイス系のものとか粉末ハイスもそうだけども、ドリルとか、ものすごい自動ガンダム刃とか、そういう荒く本当にハードに使うところにはものすごくやっぱり、飛び抜けていいと思うし、実際まあ粉末粉冷凍食品とか実際はねちょっと刃物屋さんからすると冷凍食品を切るのはもう全くおすすめはしないんだけども、やっぱり一部のそのプロフェッショナルの方々でまっすぐ切れるすごい達人の方々からすると、やっぱり粉末ハイスは冷凍物はとにかく長切れする。
いうふうにはすごい言われる方が多い。まあそうだろうなとやっぱり思うよね。なんか白とか青とかよりもやっぱりそのもう炭化物結晶粒子だけで、ある程度固めてしまっているような結晶構造の、鋼材になるので、やっぱり非常にその強いというか、強度は出やすいんじゃないかなと、ね。だからそういう意味では実は刃をその粗くっていうか、包丁で言えばもう1000番ぐらい、1000とか3000とか、言っても3000とかかなぐらいで、やっぱり粗く使いたいっていう人に一番向いてる鋼材じゃないのかなって気がするね。ドリルとかそもそも研ぎ直すことを想定して作ってたりしないですもんね。そうだね。でもドリルもめっちゃね、奥は深いんだけど。そうあれ工業用の金属を金属で削るわけじゃないですか。あれって研ぎ直して使うものなんですか？一般論で言うと、使い捨て、新品交換が多いんじゃないかな。ただ一部の変態マニアな人たちはその削り方によってやっぱり持続とか食い込みが違うとか、いろんな話はあったりするんだけど、結局やっぱり研ぎも同じで、結局その研磨剤の硬さ VS、その炭化物であったり粒子の戦いなんだよ。そうで、いかにそれが壊せるかみたいな話で、だからそれがね、切りたいものとかその粒子、金属粒子っていうここのバトルだったりするっていう、そういうイメージだから、それはやっぱりね、歴史的には当然白紙とかは炭化物もそんなに硬くないし、その素地の部分もね、全然そこまで硬くない。だから大麻のせには優れてないから、ハードなものにはやっぱり向かないわけだよね。だって切れ味が落ちてから長く使いたい道具には不適切って言ってると一緒だから。そういう意味ではやっぱりね、ハードに使うっていうシチュエーションにおいてはもう本当に優れてるものなんじゃないかなとは思うね。ただね、さっきの話、すごく鋭利に研いだ時にすごいパフォーマンスを発揮してくれますかっていうと、ちょっとそこはって言いにくかったりとか、あとはやっぱり摩耗に強いっていうところで、やっぱりね、砥石で研ぐっていう意味ではなかなかちょっと削れにくいっていうのが如実に出てしまうっていう可能性は高いんじゃないかなと思いますね。でもそのなんだろう、ないものを作っていくっていうイメージに近いんじゃないかな。だからね、やっぱり錆びる中でもまずやっぱりより摩耗に強いものとか、耐久性があるものっていうので、青紙っていうのができたんだろうし、さらにね、その中でそもそも錆びるっていうこと自体が耐久性がなく、だから昔のね、江戸時代とかその時に使われていた包丁とかそういう道具が残ってない理由はやっぱり錆びて朽ちてなくなっていくからなんだよね。そういう意味ではやっぱりね、その朽ちるっていうことに強いっていう耐久性でいうと、やっぱりステンレスはすごく強いだろうし、でさらにそこのデメリットっていうのを、研究して生まれたっていうのがやっぱり粉末焼きの方で作られた、そういうパウダースチールって言われるようなものなので、その歴史的背景とすればやっぱりより作業効率であったりとか、よりハードワークにとか、より長く持つとか、そういうところを求めて作られてきたものなんだっていうのは間違いないんじゃないかな。その中で多分その家でメンテナンスの部分とかっていう視点がちょっとそこが入ってるかっていうと疑問ですよね。その要は工業製品として量産でこう丈夫なものを使って作って売るとこまでは考えて、そこだけ見たらすごくいいものだと思うんですけど、その後のメンテナンスっていう部分を見た時にはちょっと疑問が残る部分がやっぱ。そうだね。いや多分その作ってる方々、要するにその鋼材自体を作ってる方々は、包丁に使えるかどうかとか、そこは多分考えてないんだと思う。本来違う、その要はドリルだったりとか。だからそれが包丁に使えるよねっていうので持ってきたり、いやこれはすごく適してるんじゃないかっていうふうに持ってきてるっていう、そういうイメージが一番近いと思ってて、ただ昨今ね、そのやっぱり研がない、もしくは研ぎをやっぱりね教えてくれなかったりとか、苦手意識を持ってる方々からすると、
やっぱりその研ぎやすい研ぎにくい云々よりも、はい、まあ、長く切れ味が続くっていうところにすごい聞こえがよく感じたりとかっていうのはやっぱりあるのかなっては思ってしまうかな。極上と極上、これはメーカーさんによってじゃないですかね。メーカーさんによってそのどの鋼材かっていうのは多分違うと思います。そうだからメーカーさんの都合でどの鋼材か分かんないのをこの刻印を打つことによって分かるようにしてるだけですね。はい、そうだからどっちが上なのかで、そのメーカーさんがね、特上を白にで極上を青一にしてたりとか、でもどういうね組み合わせでそれをつけてるのかはちょっと分からないよね。メーカーさんによってっていう、これは残念ながらちょっとお答えができない。はい、ただ変えてるので違うのは事実だと思うんだけどもね。そうですね。